本日もお疲れ様です。ちょっとお米チャンネルマイカです。お布団からリラックスした感じで今回はお送りしたいと思います。私が勝手に一人で話しているので、皆様はリラックスして寝ながら聞いていただけますと幸いでございます。なんか暗闇でこそこそ話すのって修学旅行っぽくないですか？はるか昔すぎてやったことあるかすら記憶が曖昧で、ただのイメージかもしれないんですが、でも修学旅行の寝る前にこそこそ話している子はいて、なんかそれを聞いていると眠たくなってきて、いつの間にか寝ていた気がします。皆さんはそういった経験ないですか？なので本日はそんなガールズトーク感を出しつつやっていきたいと思います。このパーカーご存知の方いらっしゃいますか？ちょっとこの話は後にします。長くなりそうなんで最後にしますね。なんか今この撮影をするのにいろいろなものが映らないように溶かしたりして、なんかこの角度すごいお部屋広く見えます。でも実はすごく狭いスペースで頑張って撮っていて、体が伸ばせないのでかなりぐにゃんってなって、今腰と首が痛いです。でも枕がここにあって寝ようと思えば寝られる感じです。皆様は眠たくなったら寝てくださいね。ここ映らないんだ。レイカちゃん見てくる。もうちょっとかねないかかりたいやつまだ虹が好きです。はい、むにゃむにゃむにゃ。こんな感じで基本ゆるい動画になりますが、一応本日は2つお話ししようと思っていることが2つあります。頑張らなくていいという講師を、生きているだけで親孝行の2つです。タイトルにおばあちゃんの絵文字を入れていたのですが、今からお話しする話は私の祖母ではなく、私
私の母に教えてくれたことだそうです。とっても強くて頼もしい明治生まれのおばあちゃまだったと、聞いております。私、おじいちゃんおばあちゃんってほぼ関わりがなくて、自分が生まれてすぐ亡くなっていたりとか、そもそもすごく近くに住んでいたわけではないので、そんなに会話をした記憶はないんですよね。なのでおじいちゃんおばあちゃんと親くらい近い存在で仲良しっていう友達に少し憧れがありました。はい。皆さん、最近頑張りすぎていませんか？私は頑張れているのだろうか。そもそも頑張るってなんだろう。とにかくもっと頑張らなきゃと頭がぐる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 した時期が何度か、いや何度もあって、今でもあるんですけど、母親の前で頑張るねとか頑張らなきゃっていう言葉を使うと、頑張らなくていいのよと昔からよく言われていたんですよね。頑張らないでじゃあどうするのって言ったら、努力するのと言われて、当時はそう言われるたびに頭の上にハテナがたくさん出たんですよね。頑張るのと努力って一緒じゃないって。で、大人になってから今一度その話を聞いてみたんですね。そうしたら、頑張るという漢字は頑固の頑に言い張る、引っ張るの張る。頑固に引っ張り続けたら糸は切れる。ブツンと切れちゃうから壊れてしまうでしょ。努力という漢字は力を発揮できるよう努める。いっぺんにやらなくていい。少しずつ積み重ねていく。切れるのではなく積み重ねるものだから全然違うことなのよって言われて、なるほどって思ったんですよね。つまり頑張るのは一瞬力を発揮するときにやることで、本番とか大事なとき、ここ一番というときで、それまでは努力をしていこうねという話なんですよね。ちょっと無理やりな感じもありますけど、でもよく精神的に疲れてしまった人に頑張れと言ってはいけないって言うじゃないですか。なんかそう考えると、そういう時は頑張ってではなく努力を積み重ねていこうねとか、
しますよね。自分が昔母の子の言葉を理解できなかった時は、ずっと気持ちが落ちていたので、何を言われても耳に入らなかったんですね。落ちている時っていくら前向きな言葉とかを言われても入ってこなくないですか？なんか透明の壁があって全部弾いてしまうというか、なので今この話を聞いても全く響かない人もたくさんいるかもしれないというか、気持ちが落ちているとか関係なく、私も未だに頑張らなきゃとか思いっきり頻繁に使いますし、でもこんな話も昔の人はしてたんだな程度で思っていただけると嬉しいなと思います。次は私が母親に親孝行しなきゃなと話した時に言われた話なのですが、皆さんは親孝行ってしたことありますか？私は本当に母にはたくさんの苦労をかけてきて、今でも自分はダメな子供だなと思うことが多々あって、私はいつになったら親孝行するんだろうねとか、本当にダメだね、ごめんなさいとか、なんかわちゃわちゃ雑談している時にポロッと言ったんですよね。そうしたら、そんなの考えなくていいのよ、親孝行なんて3歳までに8割してるからって言われたんですよね。どうしてって聞いたら、赤ん坊の笑顔や笑い声は最高の親孝行だそうです。親を喜ばせようと笑っているわけではないから。世の中には赤ちゃんのお世話は大変だという人たちも多いけど、あの笑顔は天使です。子育てをして実感しました。そして残りの2割は少しずつ親孝行しているってしようと思ってではなく、後になって気がついたら親孝行だった。それが本当の親孝行だってと申しておりました。
歳までに残りの2割は健康で元気に生きているだけで親孝行みたいです。まあ健康で元気に生きるということも難しく感じたりしますが、とにかく生きているだけでとてつもない親孝行にはなっているということですね。辞書で調べてみても、親孝行とは親を大切にすること、またその様と書いてありました。とはいえでもイバルとかでもなく、周りにお子さんがいる友達とか上司とか同僚とかたくさんいるのですが、本当に子育てって大変だと思うんですよね。しかも大体のお母さんって働きながら子育てするじゃないですか。本当に尊敬しかないですね。なので健康で元気に生きるが一番ですが、できればプラスで生きている間に旅行を一緒にしたりとか、何か思い出に残るようなものをプレゼントできたらより素敵ですよね。なんかあっという間にメインの話2つが終わってしまいました。その他の話の方が尺が長そうな予感ですが、冒頭で匂わせをしたこのお部屋着の話を最後にさせていただきます。ちなみに私は代謝が良すぎて寝るとき人間湯たんぽかというくらい暑くなるんですね。汗をすごくかくので半袖短パンで寝るんですよ、この時期でも。暖房もつけていないのに本当に尋常じゃないくらい汗をかいて夜中何度も目覚めることもよくあって、この時期でも寝る前とか日中は普通に寒いんですよ。なぜか寝るときだけなんか赤ちゃんかってくらい発熱するんです。そういう方いらっしゃいますか？私の周りにはあまりいないんですよ。なのでこれはモコモコなので寝るときは脱いで横に置いてます。話を戻しまして、任天堂のゲーム集まれ動物の森をやっている方なら知らないという人はいないのではないでしょうか。これは人気種、髪の毛が抜けた。
昔ゲーム大好きっ子すぎて、小学生の頃とか1日8時間ゲームをしていたくらいで、そう将来は毎日ゲームをしてお菓子を食べて過ごすのが夢っていうくらいだったんですよ。でも大きくなるにつれてやることって増えていくじゃないですか。私こういうタイプなので、もうゲームをやり始めたら自分がのめり込むのが分かっていたので、大人になってからは携帯のアプリでもあまりゲームをダウンロードしないようにしてたんですね。少しはしてましたが、そうでもコロナ禍で私の地元の仲良し5人組みんなが集まれ動物の森をやっていて、早くやりなよってずっと言われていて、まあスイッチゲーム機が当たったらゲーム解禁するかと思って、何気なく応募したら購入の権利が当たったんですよ。そうしたらじゃあやるしかないかって思って始めたのが集まれ動物の森です。やり込んでいる方なのかはわからないのですが、結構やり始めるときちんとやりたいタイプなので、ルーチン作業に追われて島栗は止まっています。島栗というのは自分の島を開発していく、作り込んでいくっていう感じですね。ただ追加コンテンツのハッピーホームパラダイスの購入はしていて、少しずつ進めているので、いつかゲーム配信といいますか、自分の島の紹介なども ASMR で投稿したいなと思ってはいます。できたらやりたいですね。そんな予告をしたところで本日の雑談は終わりにしたいと思います。皆様に少しでも癒しをお届けできますように、ゆっくり眠れますよ